湯気サバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回はかなり趣向を変えまして、テラリアの AV 点をピックアップしてみます。動画を探したけど見当たらなかったんですよね。私的には冷静に考えるとこれあかんやろというのが多々あるので、警告の意味でまとめたいと思います。が、現行バージョンでは回避可能な問題点ばかりなので、その点からご紹介します。そうしないとフェアじゃないので、よし、早速行くぞ。2024上半期のテラリアには、ジャーニーモードという最終形態が存在します。これはいわゆるチートモードで、何でもできます。アイテムの無限複製、時間の制御、天候制御、敵の出現頻度の制御。さらには自己の無敵設定、敵の強さの設定、イベントの凍結さえも。こいつをオンにしていれば、テラリアで積むことはありません。まあズルモードなんで、使用は自己責任ですけれども。ただ、こいつがないといくつかのワールドを滅ぼすことになるのも事実です。倒せないボスなんかもいるので、これからの指摘はジャーニーなら無視ができると思ってください。じゃあ早速 AV とこその1。すぐにタヒム。いやこれがシャレにならない。現在、個人のデータ内に新キャラ、湯気サバくんに参加してもらいました。ステータス、装備品は初期状態です。はい、終わり。この敵は美しい、後半に出現する敵なので強くて当然なのですが、それにしても脆い。気を取り直して、気分も新たに新ワールドに降り立った我らが湯気サバくん。見てくださいこの美しい光景を。風がそよぎ、木々が揺れ。そしてスライムがいでででで。スライムがいでででででで。うるさいな君は？さてスライムに襲撃されている最中ですが、ここでテラリアクイズ。あなたはわかるかな？シンキングタイム3秒。終了では正解動画をどうぞ。テラリアの AV とこその2。最初の夜が越えられない。テラリア世界は殺伐としております。マインクラフトの日ではない。十分な用意をしていなければ、初日の夜さえ越せません。なんか、どっかで聞いた話ね。何のことっすかね？ともかく重要なのは拠点。怒られまくった湯気サバくん。さてどうするのか？戦闘中にもかかわらず大慌てでハウスを構築してます。これがないとガチでやばい。有名な YouTuber のカズさんが、過去に一度だけテラリアをプレイしてますが、1回で投げているのは多分このせいです。さあなんとかドア付きのハウスを構築した湯気サバくん。クイズの正解は3の拠点を作る、でした。今プレイして驚いてるのですが、昔のバージョンだとドアを蹴破ってゾンビが飛び込んできたのですが、今だとそれが起きづらいみたいです。他にはこんなシーンも。今から落石のスイッチを踏んでみましょう。スイッチを踏むと上から石が落ちてきます。ライフにご注目。はい、一発です。さすがにひどくないか？まだ救いなのは、この手の罠は中層の手前あたりから出現することくらいね。そんなものをありがたく思えというのか。テラリアのエグいとこその3。罠がエグい。さあ再びテラリア世界に来た湯気サバくんですが、何か様子がおかしいようで。見慣れない浮遊型の敵が、踏む？そしてゾンビが一撃でドアを蹴り開けた。焦って応戦する湯気サバくん。しかし敵は続々と押し寄せる。はい、種明かし。これがテラリア名物、ブラッドムーンです。今回はクールの助けを借りましたが、本来だと月の状態に応じて日ブレ時に9分の1の確率で発生します。こいつがひどい。序盤で起きたら特に。見てわかると思いますが本当にひどいのはここからなのよね。はい、お疲れさん。しかし、ここにリスポーンします。しかも敵が消えてない。自分のお墓の前でなおも戦う、湯気サバくん。しかし、現実は非常です。見る間に追い詰められて。はい、お疲れさん。もうお分かりでしょうけど、これが朝まで続きます。早送り中ですがテラリアのエグいとこその4。リスポーンからのデスループ。こんなのどうすんだよと思ったそこの方。引き裂かれ続けることに嫌気がさした湯気サバくんが模範解答を示すぞ。どうするのでしょうか？インベントリから土ブロックを出した。立てこもってしまいました。実はこれが正解だったりします。地下に逃げてもお構いなしなので、空に逃げれば浮遊型の敵だけ済むけどな。ひどい話だ。立てこもり中の湯気サバくんを前にテラリアのエグいとこその後。襲撃イベントが多すぎる。2024年上半期現在およそ16種類の襲撃イベントがあります。多くね。多いんだこれが。しかも襲撃は軍団のみならず、ボスまで勝手に襲ってきます。しかも3分の1とか高確率ときたもんだ。こっちの都合とかお構いなしです。これでも昔よりは発生確率が下がってる気がするんだよな。昔はひどかった。花壇の手入れをしようと起動したら、夜になって襲撃。対処したら朝になって襲撃。それが終わって夜になったらまた襲撃。
最大で4連続くらいやられた時はさすがに切れた。お花の手入れでアハハウッチの気分がコスパみじんね。これは初心者が泣くやつだな。ひょいひー。続けてテラリアのエグいとこその6。ボス戦よりもその前の下準備の方がよっぽど大変。今、見ていただいているのはジャングルというバイオームを大規模に掘り抜いて、自由に移動可能にした戦闘エリアです。ここでプランテラ、というボスと戦うのですが、こいつがかなり強い。一発ではまず倒せません。様々な戦法が編み出され、実践されています。そしてエグいのがこいつの呼び出し方。こいつはプランテラのつぼみ、という設置物を破壊すると襲いかかってくるんだが、当然、つぼみの近くに戦闘エリアを作らにゃならん。つぼみは非常に見づらく、また初期状態では数も少ないためにチャレンジにしくじると、別のつぼみを探してそのそばに戦闘エリアを掘り抜く羽目に、あまりにも面倒くさいので自分はつぼみと戦闘エリアの間に移動用のトンネルだけ掘ったわ。ちなみに他のボスも大抵は何らかの事前の仕込みが必要です。多分、一番面倒くさいのがこいつだと思うけど、地上に引きずり出せばええやんけ、と思ったそこのあなた。はい、言うまでもないですがそれをやると発狂状態になり手がつけられません。いちいちやることがえげつないのよこのゲームは。ここまでの話でなんでポーションでゴリ押ししないのかと考えたね。そこの君。はい、テラリアのエグいとこその7。ポーションのクールタイムが超長い。ものによっては60秒の間、再度の服用ができません。なので事前に食事などでバフをかけるのが重要だ。他にも設置型の焚き火、ハートランタンを置くと自然回復にバフがかかるわ。ただし駆け回って戦うので範囲外に飛び出してしまうため、それなりの数を設置せならん。これが面倒くさいと思う人は絶対にテラリアを遊ばないでください。精神に重大な危機が訪れます。ほんとか？せっかくなのでプランテラの発表をご覧いただくわ。こいつゴミを壊して呼び出しました。収録の都合上、ジャーニーモードの無敵モードを使用しています。普段の第一形態はこんなもん。まあ可愛いくらいだ。じゃあこいつをお天道様のとこまで引き釣り出すわよ。そろそろ動きが変わると思うが。ああ、変わった。露骨に連射速度が上がった。第一形態でもそれなりにエグいな。何もここまでしなくてもねえ。開発元に行ってくれ。じゃあサクッと第二形態に移行させましょう。はいよ。常に重なりに来るのがやぶあい。これだけで大ダメージだからな。しかしネットは広い。なんかハメ技を編み出して地上戦やってる人がいました。もうあの界隈になると廃人の一歩手前だな。さて、今回のテラリアのエグいとこ動画はどうでしたか？言うまでもないことですが、主は普通にテラリア大好きです。こんなワールド作ってるし、プレイ時間はこんなだし、先輩たちにはトークを呼ばないけどね。最後になりますけど、重要な情報をお伝えしておきます。今から始めても大丈夫かな、と思っている方。全然大丈夫というか、むしろ今こそ始める良い機会です。特にパソコン版はもうじきアップでも来ます。最大の問題だったボスが倒せないという点にもジャーニーモードという救済策が出ましたので、あれは大きいと思うわ。ラスボスはもちろん、道中のボスも普通に倒せねえし、特に普段、アクションゲームを遊ばない女性プレイヤーなんかはあのモードは大歓迎じゃないかな。平和な世界で素敵なハウスを作りたい、なんてプレイヤーにはうってつけだからね。さっきも触れましたけどガチで襲撃はうざいので、それが無効化できる今こそ始め時です。楽しいことが満載のテラリア世界、あなたも遊びに来ませんか？そして一緒に沼にゲフンゲフン。セール中なら1000円でお釣りも来ます。家庭用は更新が滞っているらしいので、なんともコメントできません。さて、初のテラリア10日でした。機会があればまたお会いしましょう。よし、そろそろ動画を締めよう。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。